リストだけ出してください。この指示がね、大事なんですよ。これしないとね、勝手に書き換えてしまうので。はい、出ましたね。15%。AI で書いた可能性 15%。そうすることで収益化の確率を高めることができます。どうも、トールです。今回の動画では AI で書いた記事の AI っぽさを消す3つのテクニックを紹介していきたいと思います。今回もプロンプトを共有しながら実演解説していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。今回紹介する3つのテクニックをざっとご紹介します。まず1つ目が、チェック&改善ですね。AI 臭さの部分をチェックして、それを元に改善していくという方法です。2つ目が、トーン設定です。書き手のトーンを調整することで AI 臭さをなくしていくというテクニックになります。3つ目が複数の AI を活用するという方法です。1つの AI で文章を全部書くのではなく、場所によって使う AI を変えていくという方法になります。それでは、まず1つ目のチェック&改善ですね。こちらよくやりがちな失敗例として、AI が書いた文章、これをですね、さらに人間っぽく変えてとか、自然な文章に変えてというね、単純な指示を出すんですよね。そうしてしまうと AI は文章全体をリライトしてしまいます。ですので、良かった部分までリライトされてしまうっていう可能性があるんですよね。そういったリスクがありますので、今回やる方法を使ってみてください。ではどうするのかというと、簡単に最初ご説明しますと、AI に文章をチェックしてもらって、問題となるね、部分のリストをバーッと上げてもらうんですね。で、それで判断をして改善の依頼をしていくという形になります。そうすることで、元々良かった部分、これを保ちつつ AI っぽいところだけを改善できるという風になっていきます。では実際に作業に入っていきたいと思うんですが、こちらね、AI に書かせたサンプル文章です。これを使っていきます。内容としてはですね、AI を使ったブログ執筆で知っておくべき重要なポイントと実践方法についてというテーマです。で、AI ツールの特性を理解することが大切ですとか、継続的な改善が成果につながりますっていうような形で、だいたいね、1000文字ぐらいの文章。これ AI に作ってもらったサンプル文章です。それではね、一つ目のチェック&改善。こちらのプロンプト。これもね、ステップごとに分けてあって、まずステップ1では、洗い出しですね。AI が書いたとわかる不自然な表現を洗い出してくださいということです。チェック対象としては、こういったね、何々が重要ですとか、何々と言えるでしょうなどの常套句、締めのね、常套句をチェックしてくださいとか、単調な列挙パターンですとか、曖昧な強調副詞。これによく使いますよね、AI。あとは AI 特有の接続構文。こういったようなところを中心にチェックしてくださいねというふうに指示をしております。で、あとは出力形式としては問題のある表現を、原文から抜粋してなぜ不自然なのかと。あとは修正案ですね。これも、出すようにしてあります。あと重要ポイントとして、これですね。文章を書き直さないでください。リストだけ出してください。この指示がね、大事なんですよ。これしないとね、勝手に書き換えてしまうので、ここポイントです。あとは、この対象記事っていうところに原稿を貼り付けます。ここは AI が書いた記事をそのまま貼ってもいいですし、あなた自身が書かれた原稿を貼っても問題ないです。それではまずステップ1のプロンプトを全部コピーして AI に貼り付けていきましょう。はい。今回もね、使うAI はクロードになります。プロンプト、先ほどコピーしたプロンプトをそのまま貼り付けてください。で、対象記事はね、最初にお伝えした冒頭のね、サンプル記事。これを使っています。ではこのように貼り付けましたら、プロンプトを投げていきます。そうすると、このような感じで、不自然表現チェックリストということで、いくつか出してくれてます。ここね、ポイントとなるところをちょっと紹介していきましょう。まず、締めの常套句とか評論口調ですね。ここをいくつか出してくれてますね。何々と言えるでしょうっていう部分が3箇所ありました。なぜ不自然かというと、断言を避ける評論家口調で、書き手の主体性がなく、読者との距離感が生まれていると。修正案としては、難しいと言い切る、実感しているなど、一人称の経験に変換しますということですね。この、カテゴリー A っていうところは、ずっと見ていくと3つですね。3つ問題点を挙げてくれてます。でこういうところをね、チェックして、ここは問題ないなっていうところは、後で削ればいいですし、本文をね、
読んでもらって、AI がこう列挙した以外の部分、気になるところがあれば、そこもね、問題点として取り上げればいいという形になります。で、このね、AI が取り上げたもの、そのまま使うときは、このまま次のプロンプトに行けばいいんですが、追加したりね、修正したりする場合は、またね、別シートにこれ全部貼り付けて、修正したものをもう一回 AI に投げて、次のステップに進むということが大事かなと思います。他にも、これね、結構出してくれてて、単調な列挙パターンっていうところで、まず、次に、最後に、ね、こういうのは、見出しと本文の両方で同じ順序接続詞を使っており、二重に単調さが強調されていますよ、ということも指摘してくれてます。ここはね、二つですね。二つ指摘がありました。あとはこれですね、曖昧な強調副詞の乱用。これね、非常に目立ちます。非常にとかね、非常に効率よく、非常に重要です。非常に効果的です。非常に便利な存在ですって4箇所使われていて、何に対しても同じ副詞を当てているため、強調として機能していない。これね、使いすぎということですよね。なので、削除してそのまま言い切るとか、数値とか具体例に、置き換えましょうねというね、修正案を出してくれています。ここは2つ出てますね。あとは AI 特有の接続構文っていうところ。ここも2つ。あとは、ここもありますね。語尾、文末の単調な連続ということで、ここも2つ。で、トータル11個ですね。11個修正した方がいいですよっていうね、箇所を指摘してくれております。はい。それではね、次、ステップ2に行きます。ステップ2は、改善案リストに記載された箇所だけを修正してくださいという指示です。で、それ以外の部分は一切変えないでねと言ってあります。ここもね、ポイントなんですよね。AI って良かれと思って結構ね、勝手なことをしがちなので、こういうね、指示をしています。で、絶対に変えてはいけないものとして、見出しの構成とか、順番とか、改善リストに含まれていない文章とか、筆者の口調とか、そういったものは絶対に変えないでねということにしてあります。それでこの改善案リストというところですね。ここに、ステップ1の出力を貼り付けます。AI が出したものそのままでよければ、ここはね、わざわざ貼る必要はないです。もしご自身で変えたときは、ここに貼ってくださいねということです。それではね、このステップ2のプロンプトを全部コピーして AI に貼り付けていきましょう。はい。このようにね、ステップ2のプロンプトを貼り付けたら、そのまま投げていきましょう。はい。このような感じでね、修正後の記事全文出してくれました。で、ここのね、中身をね、チェックしていきながら読み返していきましょう。それで今回のクロードはね、このように修正箇所のサマリーを出してくれてますので、チェックしやすいですよね。こんな感じで、修正前はどうだったのか、修正後はどうだったのかっていうことで出してくれてます。これね、見ていくと11個ね、全部改善をしてくれています。はい。それでですね、ここ実は差し替え応用版として、このね、チェックの差し替え例を出してあります。ここ見ていただくと、チェック対象でありますよね。ステップ1のチェック対象。この部分ですね。ここを別パターン用意しています。で、先ほどは、こういうね、常トークとかね、単純な列挙パターンとか副詞のことでしたが、ここ応用編として、論理の一貫性チェックとかね、見出しと本文の内容がずれていないかとか、根拠が示されているかとか、矛盾する記述がないかとか、こういうね、一貫性のチェックですとか、あと、読者目線のチェック、情緒性のチェックということで、これね、差し替えしてね、使えるように、作っておきましたので、こちらもね、一緒に合わせて、共有しますので、これもぜひ使ってみてください。一つ例としてね、この論理の一貫性チェック、これを使ってみましょう。ここの部分をね、全部コピーして、ステップ1のですね、このチェック対象、ここにね、貼り付けるだけです。入れ替えをするということですよね。で、こちらね、チェック対象のところを入れ替えしたら全部コピーして、また AI に貼り付けていくという感じです。それがこちらですね。こちらのチェック対象のところ、これ貼り替えたものです。ここですね。はい。このような感じでね、プロンプトを貼り付けていきます。ここね、チェック対象、これ変えたところですね。で、あと、対象記事ですね。サンプル記事をこのまま貼り付けて、これでプロンプトを投げていきます。そうすると、先ほどのような形で、本文と内容のズレはどこですかなんて形で出してくれてます。AI ツールの特性を理解することが大事ですっていう見出しのところで、本文として
プロンプトを設計することが欠かせません。見直しを行うことも大切ですと。こういう触れているんですね。で、ここなぜ不自然かというと、見出しは特性理解を約束しているが、本文後半はプロンプト設計と校閲の話にスライドしており、内容が実質一文しか説明されていない。こういうところですね。こういうところも見直してくれてます。で、修正案として2つ出してくれてますね。本文を見直すか、見出しを見直すかということですよね。で、こういった形で、あとは根拠が示されていない箇所ですとか、ここも見ていきましょうか。問題としては、AI を使えば効率よく記事を量産できると言われておりという、表現があるんですが、ここなぜ不自然かというと、冒頭で AI の有用性を前提として置いているが、誰が言っているのか、どの程度効率化されるかの根拠がなく、主張が宙に浮いているということですね。例えば、下書き時間が半分になったなど、筆者の体験値に変換、経験談を入れるですとか、逆説の導入として機能させ、根拠の必要性を下げる。何々と言われているが、それだけでは不十分だという表現にすると。どっちか、選びましょうねという形ですよね。こういったね、根拠が示されていない箇所っていうのも、複数、3つ、4つ挙げてくれてますね。で、あとは前の短絡との矛盾とか、整合性が取れていない部分ですね。ここに関しても3つですね。3つ挙げてくれてます。このように、先ほどのね、このプロンプトを見て、このチェック対象の部分ですね。これをこまめにやっていくことで、よりね、AI っぽさ、AI 臭さっていうのが減っていきます。一番最初に紹介したのは、こういうね、表面的なことだけでしたが、この差し替え応用版として、ここに挙げたものをちょっと手間かかるんですが、一回一回ね、ステップ1を繰り返しやっていくと、もっとね、クオリティが上がると思います。それで AI を使った記事の書き方については、私のね、過去の動画でいろいろ紹介してるんですが、直近ですと、このノートの書き方ですとか、SEO 記事の書き方、こういったものを紹介しています。で、プロンプトも共有してますので、できるだけ新しい動画を見ていただけると、新しいね、AI に対応したプロンプトになっているという形になっておりますので、よければね、こちらの方もご覧になってみてください。それではね、テクニックの2つ目、トーン設定ということですね。これは書き手のトーンですよね。書き手のトーンをちょっと変えていくということです。そうすることで、人間っぽいような文章に仕上げていくという形ですね。ここでよくありがちなのは、なんとなく柔らかめにとか、人間が書いたようにとか、カジュアルにとか、フォーマルにとか、漠然とした指示をね、しがちなんですが、これだと、やっぱり、再現性が弱いんですね。ですので、今回紹介するのは、このスライダーを使ったトーン指定ということで、5つのね、軸を決めています。で、ここの軸に対して数値を入れるんですよ。数値を入れて AI がね、よりわかりやすい、判断しやすい指示を与えていくということです。こちらがね、実際のプロンプトになります。このように、指示をしているんですが、感情とか論理のところは、どっちを重視するのということで数値を入れていくんですね。で、これは、マイナス10からプラス10。マイナスに行けば行くほど左側に寄っていく。プラスにすればするほど右側に寄っていくということで、例えば感情に寄せたいんであれば、マイナスいくつにしていく。論理に寄せたいんであれば、プラスいくつにしていくという感じで、ご自身で数値をこう入れていくんですね。で、それでね、トーンを決めていくという形になります。あと、注意として、これを、指示しています。本文全体のね、このスライダー、ここで数値設定をしたものは、文章全体の傾向であって、全部をね、記述するものではないですよっていうことです。なので、強調したい箇所は、意図的に、この値から外れた表現を使ってくださいねという指示をしています。それでこの数値を入れるのがね、最初やっぱり慣れるまでは大変だと思うので、これね、サンプルでいくつかね、設定例を作ってあります。パターン、これ3つ A、B、C ということで、パターン A は体験談ベースの共感型ノート。こういったような記事を書くときの、これですね、トーンの設定例です。パターン B は実用的なハウツー記事。パターン C は考察、意見表明型のブログ。これで、サンプルで作ってあります。今回は、このパターン A ですね。こちらの数値を全部使っていきますね。で、これをね、全部この数値をここに入力をしてもらって、
で、あとは、このプロンプトを全部コピーして AI に貼り付けていくという作業をするだけです。はい。このような形でね、プロンプトを貼りました。で、数値はね、先ほどのものを全部ここに入力してあります。で、記事は、ここですね。これはね、冒頭でお伝えしたサンプル記事をもう一度利用しております。それでこのようにね、入力をできましたら、プロンプトを投げていきましょう。そうするとね、ものの数秒で出してくれます。こんな感じで記事全文、トーンを調整して、文章を書き換えましたよということで出してくれてます。で、これもね、ざーっと読んでいって、問題なければそのまま活用するという形になります。で、ここはね、どこ変えましたかなんてことをね、全部出してくれてます。例えば、論理より感情に寄せてありますので、体験談ベースの語り口に変換してありますよとか、カジュアル方面に寄せてあるので、何々ですよねとか、何々かもとか、話し言葉を、ところどころ入れてますよということですよね。あとは謙虚さにも寄せておりますので、何々だと思っていますとか、何々な気がしますとか、断定を柔らかくしてますよということです。そして、意図的にね、外しましょうというところありましたよね。ここは、焦らなくてもいい。でも止まらないことは大事ということで、ここは熱量プラス強い断定をあえて使っていますということですよね。このような感じで記事の目的に合わせてね、トーンをうまくね、調整してくれているという形に仕上がっています。さあ、それではね、今度テクニックの3つ目になります。複数のね、AI を活用しましょうという話です。皆さんね、よくやられると思うんですが、一つの AI で文章を全部書いてしまう。あとは、修正とかチェックも全部一つの AI だけでやってしまうということなんですよね。これはね、私もよくやりがちなんですけれども、実はこれを外した方がより AI 臭さは消せるよという話なんですよね。例えばどういったことをするかというと、冒頭と締めの部分だけ別の AI でやる。例えば、クロードで全部 AI の文章を書きました。そしたら、冒頭の部分と締めの部分だけはジェミニに任せるとかね。ジェミニに書き直させるというようなことですよね。こういった複数の AI を使うと、単調さがなくなって AI 臭さが減らせるということです。はい。こちらがね、その複数の AI モデルを使ったプロンプトになります。これは冒頭の段落と最後の段落だけ書き直してくださいねという指示がしてありますので、ここはね、皆さんご自身で書き換えて、使っていただいて全然構いません。で、条件としては、フックを作ってくださいねですとか、以下のアプローチをちゃんと使ってくださいねとか、締めに対しては、まとめるとかぜひ試してくださいっていうようなね、ありがちな表現を使わないでくださいねとか、っていうような指示がしてあります。あとは、このね、記事をここに貼り付けて、プロンプト全部を投げていくという形になります。それで今回はね、ジェミニを使って、この冒頭と最後のところを、書き換えてみたいと思いますので、ここね、全部プロンプトをコピーして、今度ね、ジェミニに投げていきたいと思います。はい。このような形でジェミニに、投げていきます。先ほどのね、プロンプトをそのまま貼り付けて、この記事のね、全文っていうところ、ここはですね、先ほどトーン調整しましたよね。トーン調整した後の本文をここに貼り付けました。それではこの全部ね、プロンプトを貼り付けましたら投げていきます。そうするとね、こんな感じで、冒頭の段落、書き直し後ということで、冒頭の段落と締めの段落、ここだけ書き直しましたよ。ジェミニが書き直してくれたということで、こう出してくれてますね。で、この下に全文ですね。全文出してくれてます。これもね、プロンプトで指示してあります。冒頭と締めの書き換えたところを出して、最後に完全版を出してねと指示してあるので、このような出力になっています。で、ここをね、ざーっとこう読んでいくわけなんですが、読んでいって、これ AI っぽいなっていう表現があれば、ご自身で変えてもらっても全然構わないです。それで今回は、ここの文章ですね。出してくれた文章。これを全部コピーして、ちょっと AI チェッカーにかけてみましょう。ここね、何もいじらずに AI が出したものをそのまま、はい、これコピーして貼り付けていきます。はい、このような形でね、先ほど、ジェミニに変換してもらった全文ですね。これを全部コピーして、そのまま貼り付けてあります。で、これで、
AI チェッカーかけてどうなるか見てみましょう。最近はね、判定が困難になってるよ、なんてこともね、言われていますが、はい、出ましたね。15%。AI で書いた可能性 15%。人間が書いたの85% ということで、人によって書かれたテキストである可能性が高いですという風に出ましたね。ということなんですよ。なので、これはね、AI チェッカーを通したっていうだけの話なんですが、実際はご自身でこれ文章を読んでもらって、これなんか AI が書いたっぽいなっていうところは手直ししていくのが一番やっぱりいいかな。よりいいものに仕上がるかなという感じはしています。このように今回紹介したプロンプトをね、全部使っていくだけで、先ほど紹介したこのね、AI チェッカーにあるような数字がバンド出せてしまうんですよ。これね、AI を使った文章を AI を使ってチェックなり、カスタマイズしたっていうだけですからね。これにプラス人間の手を加えれば、もっとね、人間らしいという形になると思います。それで、今回、紹介したプロンプトは全部動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひね、そこからご活用いただいて、カスタマイズしながらね、活用していただけると大変嬉しいです。あと、ここからメンバーシップの話になるんですが、実はこの一般公開の先ほどのね、紹介したプロンプト、これを使えば、本当にね、いい記事ができるんですよ。ただ、ここから、稼ぐ系ですね。例えば、収益化につなげる。ノートの有料記事ですとか、アフィリエイトの記事ですとか、自社の商品とかサービスを販売する、紹介するような記事を書く。いわゆるね、収益化につなげていくっていうことにあたっては、もう一歩ね、進んだプロンプトを使う必要があるんですよね。そうすることで収益化の確率を高めることができます。で、この方法をプロンプトを共有しながらメンバーシップでも解説していきたいなというふうに思っています。何をするのかというと、ざっとね、ここでご説明しておくと、この構造レベル、表面レベルだけではなく構造レベルの AI 臭さも排除していきましょうということです。で、もう一つ、トーン設定のところ、ここも場面ごとに変えていきましょうということですね。もっと細かい調整をして、そうすることで、読者に刺さりやすいような記事になりますよということを、解説していきたいと思います。それで私のチャンネルではメンバーシップの動画ね、毎週1本、それぐらいのペースでね、新しいものを出しています。で、現在も30本以上になっているんですが、メンバーシップにご加入いただけますと、過去の動画も含めて全部、見ることができます。見放題になっております。で、新しいものもね、順次、追加されますので、ぜひね、メンバーシップの方もご参加いただけますと大変嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。